怒りに支配されちゃって同時に感じるだろう不安感とか悲しみはなんか妙に分離されちゃってるってことがありますね。はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。本日は発達障害の治療とかですね、全体像を語ってみようと思います。で、発達障害の人っていろんなパターンがいるんですね。怒りっぽい人もいればおとなしい人もいるんですけれど、いろんなパターンがあるんですけれども、今回はその中でもなんかあんまり困ってるように見えないパターンの人、あと攻撃的な性格の人の発達障害を語ってみようかなと思います。で、これちょっとね見づらいですね、この図は。で、黒字がですね、基本になるアウトラインで、赤字がですね注釈ですね。で、青字が治療法とかになっていますので、治療法プラスアルファですね、になっているので、黒赤青の順でお話ししようと思います。で、まずじゃあ黒字から追いかけていきましょう。で、発達障害はですね、皆さんよくご存知だと思いますが、主にですね、3つの病気から構成されてるんですね。一つは ASD と呼ばれる自閉スペクトラム症ですね。二つ目は ADHD、注意欠如多動症と呼ばれるもの。で、三つ目は LD、学習障害と呼ばれるものですね。のがあります。だから、知的な能力ですね。脳の能力に凹凸がある。いろんな能力が凹凸があって、その凸凹の形に合わせて LD とか ASD とか ADHD と分けるんですけれども、ASD と ADHD はですね、両者の要素を合わせ持ってる人が多いんですね。だから ASD は診断基準を満たして ADHD はちょっとあるとかグレーゾーンであるとか、逆もありますね。ASD はほとんどないんだけれど少しあって ADHD は、診断基準を満たすよとか、いろんなパターンがあるんですけれども、僕はですね、診察の時には、両方あるよねっていう話で進めていくことが多いです。で、それなぜかっていうとですね、ちょっと脱線になりますけど、ASD のところがほとんど要素がないけれども、困ってるのは ASD のこととかだったりすることもあるんですね。逆に ADHD の要素が少ないんだけれど、やっぱ困ってるのはそのミスの多さとかが困ってることもあるので、一概にですね、その診断基準を満たしてるか満たしてないかだけで本人の困りごととはそんなに相関しないので、僕は両方合わせて説明することが多いです。で、ASD、ADHD の要素があるとですね、日常の中で結構トラブルが起きやすいんですね。例えば ASD 的な要素で言うとコミュニケーションが苦手だったりですね、感覚過敏があったりして、ちょっとうるさいところが苦手だとかですね、マルチタスクが苦手だとかですね、あとは ADHD 的な要素でミスが多い、そそっかしい、落ち着きがないとか、衝動的にちょっとね、人になんかね、変なこと言っちゃうとか、いろんなことでトラブルが起きます。で、トラブルが起きるとですね、怒っちゃう人って結構いるんですね。だから自分が悪いっていう思うよりは相手が悪いんだろうとか、これはそういうものを作った方が悪いんだとかね、こういう忘れ物した時に、いや、こんなところで宿題をしろとか言うやつが悪いんだとかね、片付けられないのはあんたが悪いんだみたいな、怒っちゃうパターンの人って結構いますね。で、実際ですね、なんで怒りっぽいかっていうと、その何か出来事があった時に、その過去の記憶を思い出しながら人はですね、いろんなことを判断するんですよね。だから記憶の中ではですね、両親が喧嘩をしていて、なんか嫌なことがあると喧嘩をするもんなんだとか、怒るもんなんだっていう風な、刷り込みというか思い込みというかですね、学習があったりすることもあるし、実際子供の頃にですね、親から虐待を受けているとかですね、いじめられてたとかですね、誤解を受けていて、で、やられたのでやり返さなきゃいけない。だからそれを取り込んでしまったパターン。だから相手に対して怒りを持って対応しないと自分がやられちゃうんじゃないかというふうに考えてしまうパターンもあるということですね。で、実際ですね、自分のことを悪いと思うのって結構難しいんですよね。だから、あんまりね、なんかこう言うとちょっと失礼かもしれないけれども、人間の原始的な要素としては、基本的には怒るとか人のせいにするっていうのが基本なんですよ。だから、反省してる猫とか反省してる犬って見たことないですよね。反省してるインコとか見たことないじゃないですか。大体、って思ったら、って怒鳴るじゃない、怒ってるじゃないですか。だから、怒るっていうのは変なことじゃなくて、むしろ普通なんですよね。
で、実際にですね、じゃあ怒りっぽい人とか攻撃的な人は多いのかっていうとですね、素行障害とかですね、反社会性パーソナリティ障害と呼ばれている人たちは、社会生活が送りにくいとかですね、問題を起こしやすいとか言ったりするんですけれども、これはまた別の疾患なんですけれども、発達障害の人とこの発達障害の人でこれらの障害をですね、合併している人、あとは近い人っていうのは結構います。なので、それは普通の人の中で、普通の人、定型の人ですね。定型の人の中で、この素行障害とか反社会性パーソナリティ障害がいる割合よりもですね、発達障害の人の中でこの2つの疾患を、合併している割合の方が、はるかに高いんですね。だから関連性があるということです。で、ですね、何かそういうトラブルがあったりした時に、で、過去の記憶と混ざってですね、今どういう状態なのかと思って感情が吹き出るんですけれども、この時に怒りに支配されちゃって、同時に感じるであろう不安感とか悲しみはなんか妙に分離されちゃってるってことがありますね。だから僕らはっていうとですね、ちょっと失礼かもしれないけれど、何か嫌なことがあったり悲しいことがあったり誤解されたり意地悪なことをされた時に怒りを感じるとともに不安になったり悲しんだりとか、一見相反するように見えるような感情を同時に味わったりするじゃないですか。だけどそうじゃなくて、こちらだけ味わってですね、反対側は、むしろですね、感じない、分離されちゃって無視されちゃってるってことは結構ありますね。で、この怒りとか悲しみとか不安とかからですね、そのストレス解消のためにってことで依存行為に走ることって結構多いんですよ。だからその定型の人よりも発達障害のこういうタイプの人ってなんかすごく分離しちゃっていて、何か自分の感情とか人格っていうのが別々に分かれちゃっていて、そしてなんかどっかに逃げ込みがちなんですね。で、例えばアルコールだったりギャンブルだったりゲームだったりスマホだったり何かの世界に依存しちゃうってことがあります。で、依存するとですね、ハマっちゃうのよね。どんどんこの脳の報酬系ってところが刺激されて依存しちゃうんですよ。ハマっちゃうんです。で、ハマるとすごく後でですね、振り返って自己嫌悪とかになるし、で、アルコールの問題とかスマホとかいじってると、アルコールを飲んでるとトラブルになるし、ギャンブルだってトラブルの元ですよね、借金とか。スマホだってずっといじってたりすると、宿題ができないとか仕事に支障が出たりとかね、するわけじゃないですか。そうするとまた困るし、でも困れば困るほどですね、また依存行為をしたくなるんですよね。楽だから、結局。だからお酒を飲んでる、もうやだ、お酒飲みたいとかになっちゃって、またお酒を飲んで、そしてまた自己嫌悪になって、で、ミスも増えて、トラブルが続いて、で、また依存するっていう、この負のサイクルがまた続くと。で、発達障害の人とですね、依存症っていうのは結構また、関係し合うんですね。だから、なんていうのかな。発達障害の人の方が我慢がしにくいんですよ。ADHD とかのものがあると衝動的でですね、我慢しにくいんですね。だから普通の人が我慢するよりもはるかにお酒とかギャンブルとか、性依存、スマホ依存、なんでもいいんですけれど、我慢しにくいです。もう衝動的に手が出ちゃうんですね。なので、ますますですね、この負のループに入っちゃうと。で、こういうトラブルが続けば続くほどですね、また焦ってですね、ADHD の症状っていうのは強く出てくるんですね。だから、例えば、新社会人とかですね、新しい環境に行った時に行くとですね、普段だったらしないようなミスとかですね、が増えていくんですね。で、だからなんか私は発達障害でしょうかって言って来る人って結構増えるんですよ。新しい環境とかね、新社会人の人は。そういう感じですね。はい。だからストレスとか何かトラブルがあると発達障害の症状は悪化するし、悪化するからこそトラブルは増えるし、起こったりすることもあると。この負のサイクルが生まれますね。そしてもう一個、依存症のサイクルも活性化しちゃうということです。だから精神科の病気っていうものっていうのはですね、いろんなものが絡み合っていて、どこを治せばいいっていうわけじゃないんですね。だから全体を見て、全体から少しずつですね、このサイクルを止めてあげる、一つずつ治療していく、ってことは重要ですね。はい。
ではそういう困ってない人だから、それは困ってないのはなぜかっていうと怒ってるからですね。だから自分が悪いというよりは誰かが悪いんじゃないか、何かが悪いんじゃないかと思っているので困っていないタイプ。そして、その怒りっていうのはですね、外に放出されている。だから攻撃を受けてる側、例えば奥さんだったり家族だったり、周りの人は困ってるけど本人は困っていないタイプ。困っている。だから依存とかがあって困ってるんだけれど、なんかね、どこかその困り感は自覚してないタイプの、っていうのはこういう感じで起きたりすることが多いです。で、じゃあ困ってないのに、じゃあ精神科に来ることってあるんですかとか、家族が無理やり連れてくるんですかとか言うとですね、まだまだやっぱり発達障害っていうのは一般的ではないので、じゃあ家族が連れてくるというパターンはそんなに多くはないですね。で、実際じゃあこういうパターンでどういうして精神科に来ることが多いかというと、ここですね。依存症の問題として連れてこられる、家族によって連れてこられることが結構多いです。だからアルコール依存症で困ってるんですとか、買い物依存で困ってるんですとか、万引き依存、クレプトマニアで困ってるんですとか言って、来るんだけれども、実際、診察してみると、発達障害だったということは結構よくあります。で、ですね、一個ずついこうかな。赤だ。で、結構騙されちゃうようなパターンも多いですね。だから症状がもうその悪い負のサイクルにすごく入ってるんで、もう騙され放題みたいになっちゃってることは結構ありますね。で、思考力も実際低下してるんですよね。だから依存症ってやればもうどんどんですね、自分正常な判断ができなくなってるんですよ。だから皆さんもスマホをいじってて、もうやめなきゃいけないと思えば思うほど最後の方全然なんていうかやめれないことってないですか？僕もありますよ。TikTok 見ててなんか3時間ぐらい経ってたみたいな夜中とか YouTube 見ててとかありますよね。それと同じでなんかこうね、依存のサイクルがひどい時っていうのはやめにくかったりしますね。で、こういう問題で、分離されちゃってるとかですね。あとはこれですね。赤字でいくと抱えられないっていうのがありますね。だから発達障害の人の特徴として、その不安な気持ちとか自分の嫌なネガティブな気持ちを抱えられないっていう、状態があります。だからぐっと我慢するとかぐっとこらえて、そのなんか嫌な気持ちを味わい続ける時間ってあるわけじゃないですか。それって結構人間の成長のためには必要だったりするんだけれども、抱えることができない、すぐ放り出しちゃう。ですぐ放り出す。例えば怒りとして放り出すとかですね。もう何か考えたくないから逃げるように依存行為、お酒を飲みに行ったりギャンブルに転じたりするってことも結構あります。で、あとここかな、赤で言うと。じゃあそもそもなんでこの素行障害とか反社会性パーソナリティ障害のようなものを合併しやすいのかっていうと、その発達障害特有のですね、共感性の欠如っていうことが関与していたりですね、あとこう物事の理解をするときに表面的な理解でとどまっちゃうことが多いんですね。それは物事の A と B をくっつけるとか、C と D をくっつけるとか、過去の歴史とくっつけるとか、そういう立体的な考え方というかですね、総合的に考えるっていうのが結構苦手で、こう実だけで理解しちゃうってことが多いからだというふうに言われています。あとは一回嘘をついちゃうと、それに味を占めてなんか嘘をつき続けちゃうっていうのも、発達障害の人で時々あるパターンですね。で、結構短絡的というか中長期的なものの見方が結構苦手なんですよ。なのでついつい嘘をついちゃうとか、衝動的に嘘ついてしまうとか、そういうパターンでありますと。で、結局これらの特徴があるので、いわゆるですね、非認知能力っていうものがですね、発達していくのを抑えられちゃうんですね。つまり非認知能力って何かっていうと、いわゆるその学力とか、ウェイスとか知能検査で出てこない力ですよね。いわゆる EQ と呼ばれるものです。なんか他人のことを思いやったり、誠実であったり、諦めないっていうこととか、楽観的に人生を捉えていくとか、ポジティブなものとして捉えていく、優しいとか、そういういわゆるそういう能力がもう育ちにくくなってしまうっていうのがありますね。
というのが、この困っていない発達障害の人の特徴だったり、起きている現象だったりしますね。あとはですね、不安というかトラブルが起きてそのストレスがかかるとですね、こっちの部分ですね、不安とか悲しみを感じているようなところが分離して排除されちゃうので、これが小さくなるんですよ。だから普段だったらそういうね、悲しみとか不安を感じたりとか表現できるのに、追い詰められれば追い詰められるほどですね、ここの部分がすごく小さくなっていって、なので見てる側としてはですね、不安な表情とか悲しみを言葉にすることがないから困っていないように見えて、こっちだけが目立ってしまうので攻撃的なやつなんだっていうふうに誤解されちゃうことも結構あったりしますね。はい。なんかバーッと喋りましたけど、つながってるっていうのは分かりますよね。でもこういうのも結局は子供の時の記憶とか今まで受けていたことでそういうふうに思わざるを得なかったのかなとか、こういう騙す人、悪い人が騙されるとか、そもそもね、お酒とかギャンブルとかスマホとか人をね依存させるように作ってますから、そういうものについつい引っかかっちゃうっていうこともあるっていうのは、この図を見ると分かるのかなと思います。はい。じゃあ治療はどうしていくのがいいのかっていうとですね、まず、ADHD ですね。ADHD の衝動性とか、不注意とか多動性に対しては薬物治療が有効なので、ここは薬物治療をしっかり効かせましょうよということです。だから依存症があってメインはこっちだとしてもですね、ADHD の症状が関与していると判断したのであればですね、薬物治療をするっていうのは結構いいんじゃないかなと思います。それなぜかっていうと、薬はこれだけで済むんですよね。これだけで済んで、少しこの全体の中のですね、悪いサイクルを少し緩和させてくれるんであれば、積極的に使うっていうのは大事かなと思います。で、もちろんね、副作用の問題があるんじゃないかとか言われそうですけれども、やっぱりこれだけね、ぐちゃってなってると、どんどん自信を失っちゃうし、嫌な記憶ばかりが溜まっていくんですね。で、誤解も受けるし。だから少しでも早くね、症状が軽くなってくれた方が、本人にとって本当に楽だと思うので、薬は使った方がいいですね。はい。で、薬はですね、コンサータ、ストラテラ、インチュニブって3つあるんですけれども、どれを使ってもいいかなと思いますね。どれがいいですかって言ったら特に、その人を見ながらってことですけれども、あまりにも激しくて攻撃的であった場合は、インチュニブとかがですね、衝動性を抑える、攻撃性を抑えるにはちょっと合ってるかなって気がします。もちろんストラテラとかですね、アトモキセチンかな、ストラテラ、アトモキセチンとかで、前頭葉、だから合理的なところの部分をですね、強めるってことも大事だし、コンサータで集中力をアップすることで、こういうね、感情に流されないとかっていう風な力を高めるっていうのもいいと思いますけど、それは患者さんに合わせて使うっていう感じですね。あとはですね、トラブルが多くなりやすいので、そもそもその苦手なことを減らしてあげるっていうのはとても重要ですね。だから生活技能訓練ですね、SST をやるとか、あと認知行動療法とかも、有効ですね。そうすることでそもそものトラブルが減るっていうこともいいかなと思います。あとトラブルを減らすためにですね、合理的な配慮も大事ですね。だから周りの人にちょっとアナウンスをするとか、ミスがない、本人が困らないような環境を作ってあげるっていうのもとても大事です。で、ポイントはですね、自尊心ですね。だから周りの人にこう言うときに、だからお前は障害者なんだからみたいな感じでやると、やっぱり自尊心が傷つきますから、そこはいろいろ考えなきゃいけないなと思いますね。で、すごく傷ついてるんですよね。もともとこの子供の頃のこととかですね、最近もそうですよ。だからすごく嫌な思いをしてるんですね。だからその思いをきちっと受け止めて、自分たちができること何かっていうことを一緒に考えていくというのはとても重要ですね。本当に困ってないとかですね、攻撃的に見えるからですね、ここのことをつい忘れがちなんですよ。で、本人もプライドがあるので語らないんですね。こういうことを言うのは恥だと思うので語らないんですけれど、それはあるもんだと思って接しなきゃいけないし、で、治療が進んでいけば絶対この問題って話題が出てきますから、その時のために信頼関係を作っていくってことがとても重要かなと思います。
あとはですね、発達障害の人の治療ということなので、コーチング的なものですね。常識を補うようなこと、人はこういう時にこんなことを思うんだよとか、相手はこういうことを思ったんだよとか、その時あなたは本当はもしかしたら怒ってるんじゃなくて悲しんでたのかもしれないねとか、そういうコーチングというかですね、人間はこういう時にこういうことを思うもんだみたいな、感情の教育みたいなこともとても重要ですね。はい。あとはアンガーマネジメントですね。怒りを感じた時にどうすればいいのか、深呼吸をするとか、マインドフルネスみたいなことをするとか、そういうアンガーマネジメントのスキルも身につけてもらうのがいいんじゃないかなと思います。とにかくですね、この全体像を見ながら分かるように、いろんなことをやらなきゃいけないですね。だから発達障害の薬物治療もすればですね、SST とか認知行動療法もするし、合理的な配慮もするし、トラウマのケアもするし、そもそも人間ってどんなもんなんだろうってことを教えたりとかですね、アンガーマネジメントのスキルを身につけたりとか、気持ちをいたわったりですね、あとは依存症ですね、依存症関係のこともやったり、騙されているんであればそこのケアですねも、していく必要があるかなと思います。はい。結構難しいですね確かに。でもいろんなことをやらなきゃいけないので、難しいんですけど、ただここだけをやれば治るっていうものではないので、全体的な、視点を持って治療していくことが重要かなと思います。はい。では以上でこの動画あります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。あとメンバーシップで、オンライン自助会もやってますので、2990円の方ですけれども、もしよかったらご参加ください。ではまた。